線の指定席からこの新幹線の指定席の変更は適されますのでご了承ください。今仙台駅に着いて8時55分です。今日の仙台は最高27度、最低22度、曇りです。これからホテルに行って荷物を預けてから早速観光したいと思います。私は仙台に住んでいたことがあって3、4歳ぐらいの時なんですけど、仙台市宮城野区に住んでて、記憶として残ってるのは七夕祭りぐらいなんですけど、あと仕事で出張で1回来たぐらいで10年ぶりぐらいの仙台です。ホテルに荷物を預けて身軽になりました。今から仙台朝市で海鮮を食べたいと思うんですけど、我々はこの1泊2日でとにかく牛タンとずんだを食べたいと思ってるので、あと海鮮か、牛タン、ずんだ、海鮮、これを心ゆくままに食べていきたいと思います。こっちがメインの方かな。人気だ。すごい。なんか立ち食いしてるよ。お会計はこちらですね。みんなこう待って。貝は貝ですごく美味しいので、そういうのもねチョイスできるんですよ。単品でもいいんですけど、ちょっとそれはお値引き入ってる方ね。本マグロ2のサーモン2の本当セットにしたも安いんでね、一応。2セットのところ。そういうことか。そう安いからバラバラで頼めるやつ。じゃあそうします。もったいない。珍しいのが。本マグロとサーモン。これでお揃いですね。はい。はい、美味しいよ。美味しいよ。美味しそうだわ。ホッキ貝。じゃあ作っちゃうよ。うまそう。本マグロ食べ比べ。やばい。光ってる。数あったね。飲みたくなった。めっちゃ量あるね。でエビ。やば。やば。じゃあごめんなさい。狭いから私。ありがとうございます。ありがとうございます。先にごください。はい。うまっ。野菜全然違うわ。食べてから。ちょっと暑くなってきたな。海鮮丼食べました。大満足です。めっちゃ美味しかった。そしてずんだシェイクを早速飲みたいので、また仙台駅の方に戻ってます。私ヒラメ。いやでも2つ入りヒラメ。
ヒラメってあんなうまいんだね。ね歯ごたえあるんだね。ずんだ茶寮。ずんだ茶寮は東京にも店舗があります。東京大丸店と羽田空港、あと埼玉にもあったかな。でも私はほとんど飲んだことがないので楽しみ。ショートトールいただきます。いただきます。うまっ。これずんだ。デートバイク。東京だとドコモシェアバイクですけど、同じアプリで仙台のデートバイクを使えるみたいです。うわ、電動めっちゃ楽。これだ。飾るのもちゃんと。はい、ありがとうございます。嬉しい、大好きなんです。大好きというか、これがね、なかったら僕絵本屋になってなかった。そうなんですね。そうなの、これに出会わなかったらっていうのが正しいな。じゃあすごい本選んだね。きっかけの。そうだから大体覚えてるよ。カッパラッタカッパラッタ取ってきてたカッパナッパ買ったカッパナッパいっぱい買ってきて食ったとかね。すごい。カッパラッパまでしか言えない。それちゃんとこれ絵になってんの。ここね、ラッパをカッパラッタ絵が描いてあるんだよ。ゆっくり見て。ラッパカッパラッタでしょ。本当だ。こっちはナッパ買ってきて、ナッパはね。ナッパ？ナッパなの。ナッパをいっぱい買ってきて食べたっていう絵がここにちゃんとなってんの。この絵が取ってきて楽しんでください。はい、ありがとうございます。そう、谷川さんはもう口に出してほしいって言ってるから。そう、僕の句よりは絶対口に出して言った方が面白い。谷川さんの展示に行った時に、カッパラッパがずっと流れてる、流れてたよ俺。展示があって、それ残ってて。そこで谷川さんがずっと朗読して。そうですそうです。そう。へえ。絵を描いたのが長身家って僕が大好きね、この作家。谷川俊太郎さんが今これ描いてる。してから谷川さんがね、とにかくも好きなんでカッパが。カッパラッパ。カッパ。これ実機室ですか？そう。これ実機室なんだ。すごい。カッパラッタ、カッパラッパ、カッパラッタ。こっち。今のね、一番最初が難しいんですよ。ちょっと見ていいよ。野の花。野のさあ、花？読めるか。花の花の違うか。今近い。花の花。そうだ。おお、言ってた。花のなに。なずなの花、名もない野花。花のっていうのが出てくるかとかうわ、なんか読めたら気持ちいいね。名もない野花、気持ちいいね。気持ちいいよね。してね、そうすると他の人に読ませたくなる。ありがとうございました。やってる？あ、やってないわ。分店やってない。休業だよ。あら、
それはしょうがない。だからみんなあっち行ったんかな。そういうことだ。いいでしょうか。ね。うん。あ、いいサイズ感だね。ねえ、かわいい。可愛いね。いいですか、素手で。もちろん。なんかあんこがさ、ツヤツヤしてない？あ、中何それ？うまい？バター、塩気のあるバター。高原車。ありがとうございました。あれだね。大きいお店だね。何時ですか？5時15分。一通り今日見たい行きたいお土産屋さんなど行ってまた牛タンを食べたいということでさっき牛タン食べたの3時前とか。そうだよ。そうだよね。2時間半ぐらいしか行ってない。2時45分ぐらいに牛タン食べたのに今からまた牛タンを食べに行きます。本日2回目の牛タン大変美味しゅうございました。ありがとうございました。余裕ですね。ペロリですね。はい。いや、いいね。牛タン最高だわ。初めてじゃない？1日で2回。1日2回牛タン定
転職はないよ。贅沢だよ。うん、駅に向かってお土産を先に見たいと思います。強いかも。好き。本日泊まるお部屋を紹介します。ホテルビスタ仙台です。まず入ってすぐこちらお手洗い。続いてバスルーム。浴槽あるよ。でも大浴場もあるんで大浴場で入りたいと思います。で、こちらにクイーンベッド一つ置いてあってデスクがあり、でここに冷蔵庫があると。グラスとケトル、こんな感じですか。お水2本。デスクの隣に洗面台があります。こちらのお部屋で1泊お世話になります。今日買ってきたものを紹介します。まずは絵本と木のおもちゃ横田屋さんで買ってきたのが谷川俊太郎さんが詩を書いた言葉遊び歌という本です。私は谷川さんの作品をちょこちょこ集めてるんですけど、横田屋さんには谷川さんのコーナーみたいな一角があって谷川作品がたくさん置かれてたので、そこでずっと立ち読みしてたんですけど、この本の中にあるカッパっていう詩のっていう詩があるんですけど、これはすごい記憶にあって、東京でやってた谷川さんの展示があって、その時に会場内でずっと谷川さんが自分の詩を音読している音声が流れてて、頭にずっと残ってて覚えてたんですけど、それでレジに持ってったら店主の方がこの本があったからこの、今の横田屋を開くことになったっていうそのきっかけの本だというふうに教えてくれて、谷川さんのお話などちょっとしてすごい素敵な出会いでした。はい、メゾンシーラカンスっていう購入したものです。まずこちらシーラカンスモナカっていうのが有名なお菓子で、これが6個入りなんですけど、こんな感じでモナカの中にあんことバターが入っているお菓子だと思います。ちょっと後で開けたらその映像を載せたいと思うんですけど、これ6個入りで、意外とこれ常温で 2,3 週間日持ちする感じだったので購入できました。そしてこちらこのお店のパティシエの池田さんの愛病ちゃんで、これがサブレ缶猫サブレ、これの他に赤いカンカンがあって、それはラングドシャでした。でそれもまた愛病ちゃんなんか別の子の顔が描かれていて可愛かったんですけど、私はサブレの方が好きなのでこちらを購入しました。カンカンも可愛いね。楽しい。続いて工芸社という、工芸品店で購入したのがこちらの3つです。手ぬぐいと絵はがきとくるみクッキーだったかななんですけど、このお店の方がとても親切で丁寧に接客していただいて、
動画は撮ってないんですけど、食器とかカゴバッグとか布とか、とにかくいろいろこれはこういう素材でとかっていうのをご説明してくださったんですけど、私の中でも気に入ったのがこちらの石北由美さんがデザインされた手ぬぐいで、これも種類がたくさんあって、私の大好きな馬のイラストとかもあって、それと迷ったんですけど、今回はこれを選びました。柄はこういう感じで手ぬぐいですね。この陶器もこういうのでって説明していただいたんですけど、ちょっと今自分では説明できない、申し訳ない。こういう感じです。こちらがくるみクッキーです。中に板状のクッキーが入ってる。クッキーってそういうやつか。ちょっと後でこのチャグチャグうまこっていう絵はがきなんですけど、これが 5,6 枚入ってて、2、3、4、5、6かと、お店の方に教えていただいたのが、このチャグチャグっていうのがこういう馬にいっぱい飾りをつけて、でその上に子供を乗せて練り歩くみたいな行事があって、馬に飾りをつけたことをチャグチャグっていうらしくて、でそのチャグチャグ馬子で、子は東北だとなんか子をつけるらしくって、犬子馬子みたいな感じで子をつけるからチャグチャグ馬子っていうらしいんですけど、私は馬が好きっていうのと、なんかね、この色合いも色彩もすごい素敵でかわいい。こちらを購入しました。で最後に駅の中で購入したお土産のお菓子です。どっちもずんだ茶寮のお菓子なんですけど、明日ちょっともしかしたら帰りバタバタするかなと思って先に購入したんですけど、まずこれがあんバターどら焼きってやつで、6個入りと12個入りぐらいがあって、これは6個入りです。あんバター何個食べるんだろう。こっちがずんだあんバターもなか、これめっちゃ美味しそう。なんかもなかの中にずんだあん、そのままそれが入ってるやつ。ものによると思うんですけど、これはだいたい2週間弱ぐらいかな、賞味期限。そんな感じでした。仙台のお菓子パッケージ全部可愛いんですけど、という感じで、これが今日の購入品でございます。では明日に備えて寝ます。すいません。2日目の朝です。今日は朝から塩釜水産に行きます。魚追ってったら塩釜水産着くのかな。今9時です。今日の最高気温は29度、最低は22度で、今22、3度なのかな。東塩釜駅で降りてから徒歩20分ぐらいの場所にあるんですけど、塩釜水産物仲卸市場に向かっております。父によれば私も何度か行ったことあるみたいなんですけど、もちろん何も覚えていないので記憶上は初めてということになります。おすすめだから行った方がいいんじゃないかということで、塩釜水産に行ってきます。
ところで買ってここでご飯セットを買えば丼ができるということかな。焼き魚定食などもあると。早くしないと終わっちゃうね。ね、そうだね。さっきのさ400円とか3パック1000円です。いろいろ組み合わせてね。はー3パック1000円。それ1000円ですよ。お得。もあるし、サーモンだし。本当ですよね。じゃあ、それと粒と縁側。じゃあこれで1000円です。はーい。ありがとうございます。200円これ。あ、安いよね。岩手県産食べる。はい。じゃあ、これに一つ。こういうところにこれですね。じゃあこれにします。はい。いくら。はい、食べてきます。はい。ありがとうございます。あれかな？違うな。こっち。くれるな。1パックください。これにします。大丈夫です。食べていきます。なるほどね。18番でお待ちのお客様。はい。台。あ、ちょっと片方台です。はい。こちら大盛りで。はい、ありがとうございます。味噌汁付きなんだね。並盛り500円、大盛り600円。で、ここにこちらに好きなの。1000円。つぶ貝。これ1000円やばいよ。やばいよね。やばい。うわ、やばい。めっちゃうまそう。手作丼ぶり。めっちゃうまそう。そう。大盛りすごい。ちょっとやっちゃいました。うまそう。いただきます。うまい。ウニうまい。うわ、優しい。海の出汁。ね。実家と自分家に。これ宮城県産。宮城県か。はい、2つお願いします。これ美味しいんでぜひどうぞ。よかった。はい、はいすいませんありがとうございます。してません。はい、2つのコースがあるんですが、はい、船に乗ったらまたここに戻ってきたいですかね。はい、戻ってくるコースがこの赤い線湾内ぐるっと回ってくるか、もしくはこの辺の小さい島を見ながら仁王島まで行って戻ってくる、この青い点線一周すれば大体見てもらう。はい、じゃあ一周します。松島湾に進む島巡り観光船第三仁王丸12時出港でございます。乗船券はレストハウス乗船券発売所にてお買い求め願います。
乗席は2階席の相席になりますのでね、他の方と相席でお座りになってください。埋まってると。The long and narrow island is known as Kujirajima Island, or Whale Island, and the round island is known as Kamejima Island, or Turtle Island. と申されましたところから千貫島と名付けられたのでございます。名称の千貫島でございます。 Please look at your left. The island in the shape of a camel with one tree growing on it is the famous Sengan-hima. 面白かった。サザエ、おいくらだ？なんかもう飛び出てる。ね、サザエです。焼きサザエ。私はちょっと生牡蠣に2回当たったことがあるので彼が食べます。はい、いただきます。うまい？うまっ。最後にまたここであれを飲んで仙台へ移動します。もう口の中があれを求めてる。そうだね。お、びっくりした。あ、すごい待ってる感じ。まあ今10組ちょっと超えた街になってますけど、街になります。甘味お召し上がりだからつけられるかもね。ペロリでしょ。ペロリじゃん。5個もちっちゃい。
そういうこと。いただきます。美味しい。お餅も美味しいし。中根。これいいね。必要。そうなの？これを食べることでまたこっちに行くっていう。でしかもね、お餅と塩昆も合うわ。だから美味しい。口の中に残ったお餅と塩昆で。仙台メディアテイク。仙台メディアテイクの1階に入っているショップでママあんちゃんグッズを買いました。私はママあんちゃんの大ファンなんですけど、東京では売り切れてたクリップとか、あとは来年のカレンダーも売ってたので、そういうの買っちゃいました。これからもう1軒気になるショップに徒歩で向かいたいと思います。一番とか降りてきたら最近でわってなっちゃって、そうするともう2000円くらいでやりますから、100%僕にそこは望まないんで、あくまで難しいですよね。世界ちょうど最近仙台の街のマップを作ったんですよね。作ったんですで、そう作家さんとかにお願いして、でそれこそうち飲食店大体100店舗ぐらい食器を卸してるから、これあげます。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。わざとこんな待ってくれて。ありがとうございます。写真撮っとく。
した？あと20分。あと20分で新幹線。牛タンカクめっちゃ美味しかったです。一番、個人的には一番美味しかった。後日の自宅から2日目に購入したものを紹介します。まず塩釜水産で購入した青さのりです。ちょっともう開けちゃって食べちゃってるんですけど、もうすっごい磯のいい香りです。とても美味しいです。続いて仙台メディアテイクで購入したのが私の大好きなマムアンちゃんグッズです。まずこちらが2027年の卓上カレンダーです。今我が家で使ってる2026年度版なんですけど、こういう形の月めくりカレンダーです。これは多分いつも徐々に全国で発売されるんですけど、仙台メディアテイクでは結構早めに入荷したみたいで、ちょうどタイミングよく購入できました。こちらマムアンちゃんぷくぷくシール、これも割と最近出た商品なんですけど、東京ではまだ出会えてなくて仙台で先に購入できました。そしてこれがいつも買ってる400種類あるランダムステッカー1袋記念に買いました。どうしよう、今開けるか。待って大当たりだわ。どうしよう。うわ、こちらはマッチ箱に入ったクリップなんですけど、東京で売られていた時には完売しててなかったやつなんです。この2種類のマムアンちゃんのクリップが入ってます。そして最後折り紙仙台でマグカップを購入しました。実はこれはちょっと運命的な出会いで、作家さんがこの一色沢さんっていう作家さんなんですけど、この作家さんの作品を私は益子の陶器市で買いたかったんですが、すぐ売り切れてしまって買えずにいたところ、なんと仙台でちょうどタイミングよく折り紙仙台さんに一色さんの作品がどっと入荷したということで購入することができました。嬉しい。以上が2日目の購入品です。